はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。先生術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、先生術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。ではここからさそり座さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。そうですね、まず9月星の動きなんですけども、今はちょっとねこう自分の夢に向かって頑張っていきたいとか、何か新しい目標を見つけたり見つけたいと思ったり、人と関わっていくっていうのが強い時期になります。ですのでこういった時期にこう人と何気なく話している中で自分のなんかこうヒントが見つかったりとか、やっぱりそれいいなみたいなことを思ったりしやすいっていうことですね。そして愛情とかね、お金とか社交性を表している金星も9月4日から巡行に戻りますので、何か仕事上のなんかちょっと経費がかかりすぎたなとか、そういうのもだいぶなくなってくる、収まってくるでしょうし、仕事の中での楽しさっていうのもなんか復活してくるような感じがしますけどね。社交性はとにかくいいっていうことです。今ちょっとカードで見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月前半です。ワンドナイト、ワンドエース、ジャスティス、逆位置、節制ですね。ワンド7、そしてペンタクス5、そしてエンプレス。気をつけることは、対策はラバーズの逆と、ソード6と逆。オラクルはソードの10ということで濃い2週間ですね。現実世界はものすごく豊かです。ものすごく豊か。もうなんか
今ねパートナーシップもすごく強調されている時ですし、実際に自分の関係する人たちやこれからまた新たに出会っていく人たちや夢に向かっていく一緒に仲間や何かそういうグループに入ったりとか、社交性もどんどん上がってますし、自分の中から芽生えてくるねその情熱っていうのを燃やしていこうみたいな感じですごく華やかなんですよ。で現実すごくうまくやってます。うまくやってます。自分ではいやもうちょっとこうかなとかって思ったとしても、実際はものすごくバランスをとっていろんなことをねちゃんとこなしてますねって感じで言われてます。でそれはなぜそこまでできるかっていうと、やっぱすごく強い情熱があるからだよみたいな感じで言われてるんですね。自分の中にその燃える情熱がある、こうしたいって思いがあるからそれはなんとかやっていけるんだよみたいな感じもありますし、今そのさそり座の皆さんが置かれてる立場も決して悪くないし、ちゃんとたとえそれが自分の中ではねもうこれで実は精一杯なんですとかもうギリギリなんですっていう感覚だったとしても、でも頑張ってるしできてますよって、それができてるってことですよみたいな感じがあるんですね。で急にそこでなんかちょっと自信なくしたりとかするかもしれないけど、でもやっぱりものすごく豊かなものをこの時期得るっていう感じがあります。ただめちゃくちゃ疲れるのかなっていうのもあるので、ちょっと詳しく見てみましょうか。そうね、でも今現在のところにやっぱ節制が出てるっていうのは本当に素晴らしいですね。いろんなことをうまくバランスを取りながらいろんなことをこなしてるんだなって思いますし、それが普通にこなしてるだけじゃなくて、やっぱりそれはおそらく皆さんが自分の才能を使ってうまくやってるんだなって感じがするので、その努力してることが報われてるんだろうなって思いました。でこのワンダロ7もね本当に他者からのいろんな意見だったりとか、まるで反対意見のように聞こえる時もあるかもしれないし、アドバイスのように聞こえる時もあるかもしれないけど、でも自分の中にはもう何が答えか分かってるんだっていう、こうしたいんだっていう思いでやっていってる、なんとかそれを切り抜けてるっていうのが素晴らしいと思いましたね。ちょっとここでペンタクスの5として急に自信なくしてる感じがあるのでちょっとこれを見てみましょう。ソードクイーンと吊るし人とペンタクルスの9の逆っていうことで、さそり座の皆さんって本当芯が強いですよね。本当に本当にそう思ったらもう絶対それを信じるみたいな、これを信じてやっていくっていうその強さがあり、その強さがすごく今の自分を保ってるっていう感じがするんですね。でそれすごく素晴らしいことなんですけど、でもやっぱり感情的に揺れたりとか、もしあまりにもいろんな信頼してる人からの言葉がちょっときつかったりとか何かすると急にやっぱりちょっとしんどいなってなる時はもちろん人間ですからいろいろありますよね。そんな感じで少しちょっとなんか私頑張りすぎてたのかなみたいな感じで思う瞬間があるのかなっていう感じ。そしてもうあんまり動かないでおこうとか、あんまりもう言わないでおこうみたいなちょっと消極的になる感じがあるんですけど、でもその裏には起きてること全てなんですけど、その裏にはものすごい恩恵があるんですよね。もしたとえ一人でこれは切り抜けて頑張ってるんで誰も助けてくれなかったとかと思ったとしても、でもそこで培った能力才能やりくりの仕方っていうのはものすごい恩恵だし、なんか言わないより言う方がいいっていう感じが私はするんですけど、そういうなんか目先のねお金とかじゃなく、経験値としてものすごく豊かなものをこの時期経験しますよっていうふうに言われてる気がしたんです。でもなんかご自身が進んでいきたい方向とはちょっと違う方向なのかなとか、ちょっと思うように進んでないのかなっていう時点で戸惑ってるだけですね。でおそらくなんか協力者が欲しいとか本当に理解者が欲しいとか誰かみたいなものがねあるのかなっていう感じがしたんです。ここでもこれはすごく一人で頑張っている、なんとか頑張っているっていう感じなんですね。答えはもちろん自分の中にあるからいいんですけど、でも本当はそれをなんか協力して見てくれる人、一緒にやってくれる人が欲しいっていうことかもしれないし、でも実際今人間関係悪い時じゃないのでね、そうやって求めれば誰か来るっていうのもあります。でももしかしたら自分がそれを手放そうとしてるのかもしれないし、迷ってるのかもしれないし、でもなんかもうゾクってくるぐらいゾクってくるぐらい豊かな感じがあります。うわーっていうなんか鳥肌が立つ感じのあのなんていうかな、武者震いっていう
すごいいいものが生まれそうみたいな、そんな感じがあります。なので惑わされないでくださいね、起きてる出来事に。その奥にある恩恵に気づいてくださいね。でちょっとオラクルなんですけどね、オラクルがソード中っていうのは本当にもう無理とか、もう限界みたいなもうバタッと倒れてるみたいな感じなカードなんですけど、どうなのかな。カップナイトの逆とワンドクイーンの逆とソードエースの逆ということで、やはり誰かという、自分が頑張ってるこれを認めてほしい上司だったりとかパートナーだったりとか、誰かに分かってもらいたいんだみたいな気持ちがすごくありますね。もしかしたらその人に自分は傷つけられたと思ってるかもしれないけど、全然そんなことないんですよ。誰も傷つけてないですからね、この辺で。自分の思いが相手に伝わってないような感じがするのかなっていう感じがしますけど、でももしくは自分の思いが伝わってないと思うか、もしくは相手の言葉がきつく感じるかのどちらかと思うんですけれど、私が思うのは決して、さそり座の皆さんを今、なんかこう妨害しようとか閉じ込めようとか反対しようとしてるわけではないって感じなんです。全然そんなことではないんです。むしろ愛を持って見守っている、むしろあなただからできるから頑張ってみたいな形で一人でやってみてみたいな感じでこう手を出さないでいるみたいな感じがあるので、当事者からしたらどうして助けてくれないのとか、なんで何も言ってくれないのとか思うかもしれないんですけど、なんかそこに何か大きな学びがあるっていう感じがします。ですからトータル的に見て思うのは、やはり自分の力を信じてみてください。こう誰かに言われたから OK とかではなく、自分で復活してみてください。それがものすごい本当に鳥肌が立つぐらいのいい気づきになったり、うわすごいできる私って思ったり、本当に何かを生み出せる力になるっていう感じがあるので、一瞬なんかちょっとこう風向きが冷たいなとか感じたとしても、そこは大丈夫です。その経験を持って大きな得られるものがあるから、そこに気づいてねっていうことで、決して自分の力を見失わないようにっていうのがメッセージだと思いました。ちょっともう一枚見てみますね。これを人間関係や仕事やお金全てのことに当てはめて解釈してくださいね。ソリ座の皆さん、はい、ダニエルさん出てきましたね。ダニエルさん結婚のエンジェルですって言われてますけど、今あなたのそばであなたを見守っていますっていうね、なんかパートナーシップのエンジェルですよ。結婚のエンジェルが出てくるということは、やっぱり人間関係においてすごくサポートがあるんですね。今自分は孤独な感じがするとか、自分はなんか違う感じがするかもしれないけど、いやいや実はものすごく温かく見守っていますみたいなね、できますよ、見てますよ、自分の能力最大限に使ってねみたいな感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。何かしら参考になりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回は9月15日ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、いい時間になりますように。ありがとうございます。失礼します。